クラウドとジョンです。今回はね、ナビベースゲロゲロクランですね。ゲロゲロクランね、ちょっと名前が面白いから僕は好きなクランの一つなんですけど、何度か対戦してますね。意外と強いし、レジェンドリーグとかでも、数名ね、名前を見かけるなって感じですかね。はい。というわけで早速やっていきたいと思います。はい、というわけでやっていきましょう。ナビの方先行でドラゴンラッシュ、オーバーグロー型、おー失敗対空砲両折りのジャイアントアロー。これはね、5月の世界選手権予選の時にね、かなり使われたとか、サベージエリートがね、かなり多用してたやり方ですね。これ、強いよね。ちょっと失敗してしまったことによってドラゴンも流れ始めているっていうような状況です。奥のエアスイーパーをオーバーグローしたことでドラゴンからのね、ドラゴンへの邪魔する施設がなくなりまして、綺麗に進んでいって、ルートライダーのようにタウンホールを潰していくっていう、オーバーグローで消していくっていうのが結構、ドラゴンであってもよく使われてた強い編成のやり方なのかなと思います。で、キングのためのウォールブレーカーもこれは入らず、ちょっとずつ、プランは崩れてるんですけど、リカバリーをどうできるか。3連巨爆でロイヤルチャンピオンが、ホグライダーも消えていく。すごいな、反対サイドは何もないのに3時だけしっかりあったので、ロイちゃんがピンポイントで潰れましたね。フリーズも一応打ったんですが、というか呪文死ぬほど余ってんだ、これ。クイヒーレイジに切り替える。フリーズ打って、スケルトンの呪文も打つとこないんで、なくなりましたね、もう。外側打って回収だったか。モノイスのターゲット取るにもタウンホールがどうせ起動するしね。ここで、タウンホールのターゲットをクイーンに入らないように、釣っていくみたいなところだけど、トルネード、ちょっと、いろんな妨害が入りまして、時間もかかりつつ、理想的展開とはいかないような展開ですが、しっかり取り切ったのナイスですね。対戦相手はルートライダーラッシュということなので、バンはされてないんですね。スケルトンを置いてスーパーバーバリアン横にバルキリーとかも置いて、リクスケとかもね、かなりありそうすぎるようなポジショニングなので、しっかりスーサイドパートにバルキリーも入れて、いいっすね。リクスケたんまりいます。たんまりいるリクスケルトンをしっかりバルキリーが処理をしてくれることでクイーンはスムーズに。いいね。いいスーサイド。このルートライダーラッシュだからこそちょっと豪華に使えるね。タウンホールの方もフローズンアローが効いているので、クロークを打たずに突破ができそうです。で、ナイスストーム。中央ドラゴン出てきましたが、ポイズンリザードがしっかりここはいることによって、ドラゴン潰していく。エゴレドラゴンというね、結構ルートライダータイプの編成に対しては刺さると非常に強い援軍の組み合わせではあるんですけど、その手のね、防衛援軍に対して強いということで、もうポイズンリザードを持っていくのは絶対レベルになってきてますね。オーデンのヒーローペット。ブーミランだ。懐かしいっすね。今もうホグヘイスト以外のロイちゃんってあんまり見れないんで。ロイちゃんはもう、新しい新装備がいろいろ出てきたとて、この組み合わせが、ホグヘイストがやっぱ第一人者になるよな。カズマくんルートライダーラッシュ。ウォールブレーカー、10日弊社、キングをイーグル区画へ、クイーンをモノリス区画へという形を作りつつ、9時から一気のスタートですね。時間差つけてこの辺もスーパーバーバリアンとかルートライダーとか入れて、さあ出ました、アイゴレドラゴン。ここキングパートに当たったのでドラゴンの処理はできないですが、中央オーバーグローよね、これは。
クイーンクロックもノリストッパー、マルチアーチャーターのところまで潰して、ロイヤルチャンピオンも早いですね。もうここで能力解放です。でも、スーパーバーバリアンのボールブレーカーを12時つけて、あれ回収させるっていうことですね。もう防衛施設の破壊じゃなくて、通常施設の破壊をね、ボールブレーカーで狙っていくっていう形。うん。まあ、時間引きするとね、その辺までしっかりやらなきゃいけないですね。さあ、オーバーグロー待ち、レイジにフリーズ3が残って圧倒的ですね。ポイズンタワーにしっかりフリーズを打ちたい。素晴らしい。うん。ポイズンタワーが発射させられないようにね。いやー。東くんの安定感がえぐい。ただ一戦がいて、ルートライダーラッシュ。僕は弊社。これはあれか。トライブも全く同じことやってたんで、なぞりかな。同じ入りっすね。ほとんど同じ入り。ただ、ウォールブレーカー忘れてる。アイゴレ忘れてる。さあ、ウォールブレーカーそれます。さあ、キングボコボコよ。うん。いいね。まあ、ここで、ちょっと失敗と。ジャンプも持ってきてないね。オーバーグロタンホールの方向へ。それでもキングこんな強いんだな。ウォールブレーカーでやっていくって形にしたんだ、こっちを。ウォールブレーカーしっかり通っていく。ここも防衛軍はドラゴンアイゴレという組み合わせで、多少はダメージ入れれたかなって感じであるんですけど、まあこれぐらいじゃ変わんないっすね、正直。刺さった時にめっちゃ強いことがたまにあるみたいな感じなんだけど。タウンホールあたりに、ちょっとマルチ IT とね、タウンホールのハイダメージコンビで削れるとこどんどん削ってほしい。スーパーバーバリアン。なんかバーバリアン、見た目がバーバリアンなのに HP 高いよね、やっぱり。スーパーバーバリアンがね、見た目より HP 高いの、キモいんだよな、ちょっと。バーバリアン、惜しい。もうちょいなんかあればタウンホール HP 高かったら防衛できたかも。防衛が惜しかったですね、今のね。ジーマ、ジャンプ型。富士等かキング置いて、ウォールブレーカー入れていきます。早めのジャンプ。反対クイーンからルートライダー発進です。ヒーローにストライカー当てたいな。来ましたね、ストライカー。ちょっと当て方があれだったけど、さあ、ポイズン打って、援軍に、援軍アイゴレと当たるところ、ロイヤルチャンピオンもここは入れてのトームになります。タウンホール、オーバーグロー。バルキリーがリクスケルトンに対して強い。キングも強いですね。オールブレーカー使って、キングを外側へ。まあ、繋いだイメージは迫撃なのかな。外周回すだけでも十分強いんですけど。さあ、外側しっかりスーパーバーバリアンをね、割いて、外に広がらないようにしつつ、レイジフリーズに、ちょっとだけ、戻さなきゃいけないところが多いな。フリーズ一発そうですね。タウンホール区画に一応打っていってという形ですが、ちょっとこれも、タウンホールはもうクイーンにかけましたが、ルートライダーが死んだところ穴が開かなかったですね。ダメージは入ったけど。フリーズの方も打ち切っちゃったので。クイーンクローク、ロイちゃん能力解放の方もそうですね。早めに使って。クローク。わー、いいトルネ。いいトルネ爆破。全開ですが、ちょっと時間取られたね。結構危ない。対戦相手ルートライダー。クイーンと10日相当近い位置を置きましたね、これ。で、キングウォールブレーカーをしっかりなるほど。合流するんだ。キングのための穴は開けたぞっていうところなんだけど、ルートライダーがお出迎えの穴を開けましたね。
こで一気の塔も入れていきます。モノリス折れて、ポイズン打って、ここでオーバーグロー。投石だけ見えるような形にしましたね、上側を。本来は6時の方にキング流してっていうイメージだったんだと思うんですけど、そうするならキングの所定位置っていうのはもうちょい高いね。3時のもうちょい、4時のもうちょい3時側っていうところは開けて、で、こっち出口するとキングのルート的にはそうなったかな。あとはレイジとフリーズがたくさんというところ、サタンホール現れて、フリーズと、いいフリーズですね。サタンホールもしっかりクイーンが打つことができているタイミング、ゴブリンクイーンだ。懐かしい。ゴブリンクイーン持ってるかな。巨爆見てから打ちたいですね。ノイちゃんの能力、クイーン解放。昨日全開です。お互いに強いですね。ゲロゲロクランも強いですね。強いゲロ。さあ、クラウス、ドラゴンラッシュ。配置はなんか変な配置。なんか左右対称っぽく見せかけといて全然なんか、なんかいびつだな。ボマー型ですね。一気のトームで入れてきますが、ホーミングしっかり拾えてますね、いいトーム。コウモリを使って対空砲とかあの辺をケアしてボンバー伸ばしていこうというイメージで安いくらいましたが、綺麗に進むことができてますね。ただタウンホールの方にはちょっと向かいづらいか、ここで向かってくれるかな。しっかり向かっていく。レイジもいい位置に打ててますね。反対サイド3時の方、キングガントレット。下側クイーンは一応黒く持ってる状況なので、余裕はあるかな。HP は削られてるけど。ナイス黒く。レイジもまだまだ。2発あるよ。ポイズン打って、ロイちゃん能力解放。強い。回収レイジ。いや、強いね。さすが。対戦相手、ドラゴンラッシュ。おー。花火ですね。この配置に対しての最速タイムレベルだな。1分10秒ちょっと。ライドラカットからのドラゴン真ん中花火かな。一気の塔も入れていきます。ここなんだ。いい赤バクになりかけたが、バラバラヒット。エアスイーパー折れたのも偉いな。ロングショット、ロングショットすぎる。この浮き1マルチ IT もドラゴンライダー去りに行きつつ、タウンホール前はキング出してますね。エレクトロタイタンも採用していくことで、リクスケに対して強いよっていうような組み合わせ。ウォールブレイカーは持ってきてないので、ロイヤルチャンピオンでこれタウンホール潰すっていうことかな、じゃあ。ロイちゃん速攻の能力解放。ウォールブレイカー忘れた臭い気もする。上側のマルチ IT とかの方にロイちゃん使いたいからな、本来的には。これもキングの方も流していくのはいいんだけど、クイーンが若干腐ってるんで、キング流しのクイーンウォールブレイカー、ロイちゃん12時の方が強そうだけど、それでもしっかりこれで全開取れるの強いですね。もうちょっとこれタイム縮めれそう。星さんがルートライダー珍しい。あんま見ないね。ジャンプグロー。さあ、6時からスタートしていきます。しっかりクイーンにストライカー当てて、ナイストーム入れていって、反対サイド、なるほど、ジャイアントアロー。これも意外と角度難しいっすよね、この一直線貫くのって。反対サイドのアーチャータワーとか、この対空砲とかもね、削っていきたいところだもんね。で、ルートライダーからの東海兵舎3時置いて、9時の方を、ロイヤルチャンピオンを置くと、四隅が全て対応できるっていう、この理想的
4面アタック。これ強いんだよな。で、ウォールブレーカー入れて、モノリスのところに持ってきたスケルトンかな、それは。もう置いちゃっていいんじゃないかな。どうせ、これ湧き出す、全部出るまで時間かかるんで。そうですね。打って、キングのターゲットがあるのか。キングのターゲットを向けて、ロイちゃんがそこか。で、下がアイゴレに捕まりつつ、レイジ、フリーズ。いや、この4、四隅アタック強いですね。おっさんのルートライダーはほとんど見たことないけど。ラバルか、ファイヤーボールか、みたいな感じだけど、最近は。珍しいルートライダー採用でしたね。たまになんかちょっとだけ入れるみたいなのはあるけど。対戦相手、ルートライダー。12時クイーン。おー、10日弊社前にすごいトラップ入ってる。10日弊社たげられてますね、ウィズ島に。うん、ペッカも高火力で一気に落とされていく。キングガントリット。これはキングガントリットの価値は高いっすね。でクイーンの方はでも黒く咲かせている。初動ちょっとね、嫌な。いい巨爆。もう一個ぐらいあったら美味しい。スーパーホグとしましたね。それを見てロイヤルチャンピオンつけていきます。反対サイドガーゴイル。いいっすね、こういう空で対応できない防衛施設に投げて、しっかり削れるところをきれいに削っていくと。ここも8アター削って裏側、ここ、ガーゴイルとかを初手でやってもいいレベル、これに関しては。ですらってそこは失敗するんだけど、やる価値は全然ある。7枠で削れるからね、そこ。早い段階で。だったらやるかな、かなりやるかな、これは。あとはフリーズ2発っていうところを持った状況、ロイヤルチャンピオン能力解放。まあ、フリーズ打って、ここもフリーズをどこに打つか考えてると思うんですけど、モノリスの方に打っていって、あとはホグがシングル相手のターゲットを取ってくれてるのに回って全開ですね。さあ、ということで、ドラゴンまだ生きてた。だからこういうことよね、この、アイゴレドラゴンの強みなんですけど。はい、終わりまして、なんと15対15です。同点 !15、15の同点で、タイムの方が、なんと1秒差です。1分32対1分31。負けてしまうと、珍しいですね、タイムで負けるのも。逆に15、15で、なんか14点とかでこけちゃって負けることあっても、タイムで負けるの結構珍しいですね、ナビは。世界大会の4月予選のね、決勝とかでは負けてたけど、それ以外で、タイムの方で負ける展開ほとんど見たことないから、かなり珍しい。通常の対戦でタイムで負けてるとこ見たことないかもしれん。はい、というわけでね、そんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。さよなら。